こんにちは。日本文化について日本語で様々なテーマでお話しする G のポッドキャストに来てくださった皆さん、お会いできて嬉しいです。先週も元気に過ごせましたか？今日は私のおすすめの日本の YouTuber についてお話ししていきたいと思います。いきなりなんですが、皆さんは好きな YouTuber がいますか？ぜひコメント欄で教えてください。私は暇な時間によく YouTube を見るんですけど、今私が韓国語を勉強中なので、韓国文化についてのポッドキャストをよく見ています。韓国語のリスニングの勉強にもなるし、韓国文化についてそのチャンネルでは話してくれるので、韓国の文化についてもよく勉強することができます。 YouTube のチャンネルは言語学習に役立つチャンネルが多くあると思います。今回紹介するのは日本語の中級者から上級者向けの YouTube のチャンネルになります。日本人や日本語のチャンネルを見たいけど、どのチャンネルを見たらいいかわからないという人におすすめです。ジャンルに分けて紹介するので、興味のある分野を見てみてください。では、はじめに日本語学習者向けのチャンネルを紹介していきたいと思います。ゆうのポッドキャストさんやバイトサイズジャパニーズなどは皆さんもご存知の方も多いと思います。ですので、皆さんがあまり知らなそうな日本語を勉強できるポッドキャストを紹介していきたいと思います。まずはじめに紹介するのはジャパニーズポッドキャスト with 花さんという YouTube チャンネルです。このチャンネルは花さんという方がチャンネルを運営していて、この人は日本人で大阪出身の方なんですけど、基本的に顔出しなしの文字が動画に出てくるタイプなんですけど、動画上で文字に例えば漢字に振り仮名が振ってあったりして、ひらがなを読める人は花さんが言った言葉を理解するのに役立つと思います。花さんの話すスピードはゆっくりめです。日本の文化とか、あと花さんの意見とかを聞けるので、気になるトピックがあったら見てみてください。一人でこういう感じで話している、ラジオみたいなスタイルになります。私個人的には花さんも韓国語勉強してるっていうことで共通点があって見てて面白いなと思いました。で、次に紹介するのは Speak Japanese Naturally というチャンネルです。このチャンネルでは視覚的にわかるように動画が構成されています。例えばスーパーの中で買い物するときに卵が半額だったら、その卵を今から買います。で、半額の漢字がドンって出てきて、読み方半額って書いてある感じです。なので、日本の生活、ライフスタイルに密着した語彙を習得、目でキャッチしながら習得しやすいと思います。街とかスーパーで見る漢字や使う用語を使うので、日本で生活したような気持ちになれると思います。話すスピードもゆっくりめです。ひらがなもついてました。日本で一回生活してみたいっていう方にはおすすめのチャンネルになってます。次はタカ日本語道場というチャンネルになります。この方も結構有名な方なんです。なので皆さんもご存知の方もいるかもしれませんが、この人は基本的に短い動画をアップロードしている人になります。ちょっと面白い感じで動詞、例えば飛ぶ、飛んでいる、飛び立ったみたいなのをこう体で表現して配信しているチャンネルになります。面白く表現してくれるので動画を飽きなく最後まで見ることができると思いますし、英語の字幕もついているので日本語だけのチャンネルよりは脳が疲れないと思います。次の人はほのぼのほのぼのさんという方です。この方もさっきの花さんと同様に日本人の女性で一人で話していて、あとラジオ形式、特に顔出しはなく配信しているチャンネルになります。文字は
画面に出てくるんですけど、漢字には振り仮名があるスタイルになっています。私はこの人のチャンネルを見て声がすごく癒されるなと思いました。ちょっとリラックス効果がある感じです。話しているテーマとしては、日本の文化とかも話してるんですけど、特に興味深いなと思ったのは、心のことについて日本語で発信しているということです。私が見たテーマは、心が壊れる職場から逃げるためにはみたいなテーマでした。日本語でリスニングをしながら心のことについても知ることができるので面白いなと思いました。はい、以上が日本語学習者向けのチャンネルの紹介でした。次に私のおすすめの YouTube チャンネルを紹介していきたいと思います。まずはリラックス系というジャンルでジャンル分けをしました。翡翠小太郎っていうチャンネルなんですけど、この人はまず日本人で、特に字幕とかはないので、聞く場合は自動字幕オンにして聞いてみてください。ポジティブな言葉をいつも使ってるので、心が疲れた時とか元気を出したい時におすすめのチャンネルになります。寝る前に聞くいい言葉などの動画を出してるので、とっても癒されますので、私もたまに聞いてます。あとはたまにコラボ動画もしていて、ちょっとスピリチュアルな話にはなるんですけど、興味深いなと思うことがよくありますので、そういう分野が気になる人はぜひチェックしてみてください。次にデイリー系のジャンルについて説明していきます。はじめに紹介する人はきりまるさんという方になります。この人は日本人の女性で全部日本語で喋るんですけど、メイクの動画だったり、あとお悩み相談とか、あとは Vlog を見ることができるんですけど、特に日本の生活についてもっと詳しく見てみたい、リアルな生活を見てみたいっていう方にはおすすめのチャンネルになります。あとはメイクアップも結構詳しく喋ってたりとか頻繁に更新がありますので、美容に関係がある人にもおすすめです。次に紹介するのはひよごんです。ひよごんはちょっと面白いお笑い芸人みたいな人なんですけど、日常生活でちょっとああだなこうだなって不満に思ったことを面白く話してくれるので、クスッと笑えるようなチャンネルになっています。今日はおすすめの日本人の YouTuber についてお話ししました。いかがでしたか？皆さんも好きな YouTuber の人がいたらぜひコメント欄で教えてください。では最後まで見てくださってありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。